パイロットの皆様、こんばんは。本日もご視聴いただきありがとうございます。バトオペ2のプロデューサーを担当しているバンダイナムコエンターテインメントの平石です。本日はお忙しい中、ご視聴いただきましてありがとうございます。今回はプレイステーション版を中心とした今後のキャンペーンおよびアップデート内容についてと、Steam 版の新情報について2点をお知らせさせていただきます。まずは今後のキャンペーンおよびアップデート内容について、こちらの映像をご覧ください。どうぞ。ご覧いただきました通り、機動戦士ガンダム復讐のレクイエムが Netflix にて10月17日より公開されたことを記念して、ガンダム EX を10月24日のアップデートより実装いたします。Netflix にて独占配信中の復讐のレクイエムは、一年戦争中のヨーロッパ戦線にフォーカスを当てた全6エピソードの世界配信向け新作オリジナルアニメーションです。アンリアルエンジン5を使用した本作では、主人公イリア・ソラリの前に白い悪魔としてガンダム EX が立ちはだかります。本機は一年戦争開戦から11ヶ月後のヨーロッパ戦線において、東欧のジオン公国軍の基地を制圧するために投入された地球連邦軍の最新鋭モビルスーツであり、強行偵察及び後方か乱に向け、地上での運動性能と稼働時間を重視したとされる機体です。本編でも注目のガンダム EX は、今回コスト400の汎用機として登場いたします。兵装面については、ガンダム EX 用ビームライフル、ガンダム EX 用ビームサーベルなどオーソドックスな兵装のほか、前線に対する弾幕形成が可能なショルダーガトリングやロケットランチャーも所持しております。近接戦闘においてもサーベルと打撃による2種類の格闘兵装を活用することで、射撃と格闘の両面においても高い適応能力を発揮する兵装構成となっております。続いて本機の特徴的なスキル、タクティカルブーストレベル1について説明させていただきます。本スキルは高速移動やジャンプ後の着地中や格闘攻撃後の硬直中に任意の方向へ移動入力をした状態でジャンプボタンを短く押すと、即座に速度の速いジャンプを行うことが可能となります。また、スキル発動時のジャンプはスラスター消費量が軽減されており、再度着地モーションを取るまでは射撃による被弾時のリアクションを軽減します。タクティカルブーストを駆使することで、ジャンプ動作をステップのように活用した機動戦も可能となっておりますので、バトオペ2における新たな戦闘挙動をぜひ堪能してみてください。さらにガンダム EX の実装に合わせて、10月24日から11月7日までの2週間、復讐のレクイエム配信記念キャンペーンを実施いたします。まずはガンダム EX 確定ステップアップ抽選配給です。今回はステップ4でガンダム EX が確定で獲得できますので、パイロットの皆様にはこの機会にぜひ獲得していただければと思います。続いてキャンペーン期間中にログインしていただいたパイロットの皆様には、復讐のレクイエムのマークをプレゼントいたします。前半と後半で2種類のマークを入手できますので、忘れずにログインしてください。他にも毎日1回要請可能な MS 確定抽選配給や期間限定任務も開催予定となります。さらにベースキャンプにはガンダム EX の立像が設置されますので、この機会にぜひログインしてください。以上が機動戦士ガンダム復讐のレクイエム
配信記念キャンペーンのお知らせとなります。なお、Steam 版でお楽しみの皆様も定常のラインナップと同様に2ヶ月後に実装されますので、楽しみにお待ちください。続きまして、プレイステーション版の今後のアップデート内容の一部をご紹介します。まずは10月24日のアップデートにて新マップリゾート開発区域を追加いたします。本マップは南国のリゾート地をイメージしております。まず全体の見た目ですが、平地と2棟そびえ立つ超大型高層ホテルと大小様々な建物が建っており、入り組んだ地形が特徴的なマップです。広さは無人都市に近い広さとなっていますが、無人都市とは違い、背が低く歩いて登れる建物が多く、上空を通行することも可能です。そのため、地上と空中では異なる進行ルートがありますので、いろいろな遊び方を楽しんでください。それでは、マップの特徴である超大型高層ホテルについて説明します。このホテルは通行可能な建物内部と起伏に富んだ外縁部で構成されています。戦闘開始地点からホテル内部を通り、一直線に中継地点まで進行することができます。確保した中継地点を起点に、敵の中継地点に向けて進行したり、敵拠点に向けて進行するなど、戦術が広がりますので、ぜひ活用してください。続きまして、マップ中央の主戦場について紹介します。マップ中央に配置された電波塔を中心に、小から中規模の建物が配置されており、入り組んだ構造になっています。障害物を利用して複数のルートから敵機へ接近が行いやすくなっている反面、ホテル外周からは視認しやすいため、撃ち下ろしてくる敵機には警戒が必要です。マップの紹介はここまでになります。さらに10月24日より先の運営ロードマップの一部を公開いたします。11月21日のアップデートより、毎年恒例のブラックフライデーキャンペーンを実施予定です。割引トークンパックの販売などを予定しておりますので、楽しみにお待ちください。さらに、12月5日からは、冬のバトーペ祭り2024を4週にわたって開催予定となりますので、こちらも楽しみにお待ちください。以上が今後のアップデート内容のお知らせでした。ここからは Steam 版バトーペ2に関する情報をお伝えします。皆様、大変お待たせいたしました。この度、Steam 版バトーペ2に2期目のオルタナティブ作品を出展とする機体を実装する準備ができました。それでは早速、こちらの映像をご覧ください。どうぞ。ご覧いただきました通り、機動武闘伝 G ガンダム30周年を記念してゴッドガンダムを実装します。本機は4年に一度コロニー国家連合の主導権をかけて開催されるガンダムファイトの決勝大会用に開発された搭乗者の動作を機体にダイレクト反映するモビルトレースシステムを搭載したネオジャパンのモビルファイターとなります。今年30周年を迎える機動武闘伝 G ガンダムですが、周年を記念して今川総監督による新作外伝ストーリーテキストが機動武闘伝 G ガンダム公式サイトにて現在公開されております。その他の情報も盛りだくさんですので、詳細は公式サイトをご確認ください。ここまでは今非常に熱い機動武闘伝 G ガンダムの展開を紹介させていただきましたが、改めて話題をバトーペ2に移しまして、気になる機体の性能を紹介いたします。
ゴッドガンダムは地上宇宙両用コスト700の強襲機として実装いたします。本機の特徴的なスキルとしてハイパーモードレベル1と明鏡止水レベル1を所有しております。ハイパーモードレベル1については通常形態時に一部の兵装で敵モビルスーツに与えたダメージの合計値が一定以上で発動可能となります。発動直後に次期の各部位 HP が全回復し、機動力、攻撃力の上昇、スキル、マニューバーアーマーのレベルが上昇します。さらに一部兵装の性能が変化することで格闘種兵装によるヘビーアタックが可能となり、ゴッドフィンガーによる強力な攻撃も行えるようになります。本機はどれだけ早くハイパーモードになれるかが運用の鍵となりますので、積極的に敵機に対して攻撃を仕掛けてみてください。続きまして明鏡止水レベル1の性能となります。明鏡止水状態になると高速移動開始時および高速移動中のスラスター消費量が減少し、射撃属性の兵装による被ダメージと蓄積によるよろけの発生が軽減されます。また明鏡止水中は格闘属性の兵装にてダメージを与えた場合に敵機の対格闘補正を一部無効化することができ、さらに一部兵装の性能が変化し赤波転強剣が使用可能となります。その他ゴッドガンダムの専用スキルとして敵モビルスーツを撃破した際に格闘兵装のクールタイムをゼロにするスキルモビルトレースシステムや歩兵の機動力を向上させる流派東方腐敗なども所有しておりますので、実装当日を楽しみにお待ちください。実装のタイミングにつきましては年内を予定しております。現在鋭意開発中のため本日の告知内容は一部実際の実装と変更になる場合がございますのでご了承ください。1月のフリーダムガンダム実装にあたり様々な目線からのご意見をいただきありがとうございました。バトーペ2のフリーダムガンダムを楽しんでいただいている様子やパイロットの皆様の声の後押しもあり、この度2期目のオルタナティブ作品の参戦を決定できました。この期待を皆様に体験していただいた上で、プレイステーション版へのオルタナティブ作品の参戦を含めた皆様のご意見を改めて頂戴し、今後の方針について可能性を模索していきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。先日実施させていただいたバトオフをはじめとして SNS やアンケートでもパイロットの皆様から様々なご意見をいただいております。可能な限り多くのパイロットの皆様に楽しんでいただけるよう精進していきますので、今後とも機動戦士ガンダムバトルオペレーション2をよろしくお願いいたします。それではパイロットの皆様、ありがとうございました。さようなら。